はじめまして。私は神戸で地球耕す株式会社という会社の代表をしております。ほうきと申します。地球耕すという会社は、主にお庭などの外交工事をしている会社です。お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマに日々活動しています。このチャンネルでは、私たちの会社の活動を紹介したり、視聴者の皆様にも実践していただけるようなガーデニングの講座を紹介していきます。視聴者の皆様にもこの動画チャンネルをきっかけにお庭や植物に直に触れて生命や地球の環境について認識を新たにしてもらえたら嬉しいです。今日から私たちと一緒に地球と地球を耕していきましょう。地を耕す。私たちはまず視聴者の皆様に植物や土、水について身近に感じてもらったり、知識を深めてもらうことが地球耕すの最初の一歩だと考えています。そのために私たちはゼロから始めるガーデニング講座というコンテンツを立ち上げました。実際にご自身の生活の中に植物や土のある生活をしてみたいという方は多いと思うのですが、実際に始めるのは億劫なのだと思います。まず何から始めればよいかわからないでしょうし、ガーデニングはゴールがないのでどこまで極めればよいかわからない人がほとんどなのではないでしょうか。私たちのガーデニング講座では、本当に何もわからない初心者の方でもガーデニングが理解できるようにゼロから解説していきます。もちろんそれらのガーデニング講座は初心者の方々が趣味や生活の範囲で楽しめる内容になっていますが、すべての講座を視聴して十分な知見を習得できた際には、日本生活環境支援協会様が主催しているガーデニングアドバイザーの資格取得にも対応が可能な講座内容となっています。ガーデニングを楽しむだけでなく、より深く生活に応用したい視聴者の方はぜひ、ガーデニングアドバイザーの資格取得を目指しながら、講座を視聴してもらえたら嬉しいです。では、早速、今日の講座を開始しましょう。ここは以前に私たちが外交工事をしたお庭です。阿瀬さんからウッドデッキと芝生のあるお庭を作ってほしいという依頼を受けて、私たちがデザイン、施工した場所なのです。施工から数年が経過して芝生が枯れてしまったようです。枯れた芝生は部分的で他の箇所は綺麗な芝生を維持しているように見えますね。同じ土地に植えた芝生なのに健全に育っている箇所と枯れてしまった場所があります。今回の講座では芝生はなぜ枯れたのかを調査しながら、土地の特徴を見抜き、自分の土地に合った植栽計画や作業内容について知見を耕していきましょう。まずはこの枯れた芝生の箇所をよく観察していくと、苔のような植物が付着していますよね。これはきっとこの場所の水はけが悪かったのと、日照時間が大きく影響していることが予測されます。同じ土地に植えた芝生なのですが、場所によって建物の影の当たり方が全く違いますし、それは季節によっても大きく異なるのです。結果として、この箇所は日当たりと水はけが悪くなって、芝生が病気になってしまったのかもしれません。では、最初に日照時間についてお庭の解説をしていきます。日本では夏と冬、太陽の位置が異なります。例えば、午前9時から夕方の6時頃までどんな風に太陽の光が当たっているかを見ていただくとよくわかると思います。東から昇ってきた太陽がお庭のどの部分に光を当て、
影になっている部分はどのくらい長い時間当たっているかというように、日照時間はご自身の住んでいるお庭でご自身が見るということが確実にわかる方法です。また、サンサーベイヤーというアプリを使えば GPS を利用して太陽の動きと日の出と日の入りの位置と時刻を予測してくれるので、日照時間を調べる参考になると思います。日照時間を確認できたら、次は土地の特性を把握しなければなりません。その土地とはつまり土です。土は硬さや特性によって育てられる植物が変わってくるので特に重要です。土の調査方法は、まずスコップを使って土を掘り上げてみて、表面の土がどんな密度になっているか、締め固まっていて水や空気を通さないような硬い層になっていないか、掘った下の層が表面と同じような硬い土になっている、もしくは粘土のようにネバネバしている、そのようなことを目で見て手で持ってみて、土がどのような状態かをチェックします。また掘り上げてみてどぶ臭い匂いがする場合は、土が水を含んでそこに滞留しているという証拠です。その場合は土を入れ替えたり改良する必要があります。これらの調査をもとに、今回このお庭の芝生が枯れた原因は日照時間と水はけであるということが予測できます。他にも芝生や植物が枯れる原因として、芝生を敷いている場所の人の出入りは植物の生育に大きく影響します。芝生の上に植木鉢を置いたり、ホースがいつも同じ場所に放置されたり、車の出入りがあったり、バーベキューをしたり、運動をしたりなど、芝生部分の使い方や生活の動線も芝生が枯れる要因になります。また、ペットなどを飼っている場合は、糞尿が原因で芝生が枯れることもよく見受けられます。また、建物の構造や施工が原因で芝生が枯れることもあります。例えば、屋根の軒が芝生の上にかかっていたりすると、十分な日照時間が得られずに枯れたというケースもありました。土を耕す。今回は枯れた芝生を調査することで自然環境を知り、その場所にあった植物、土、管理方法を検証しましたが、植木鉢やベランダでも日照時間や土、水はけの調査はできますので、今回の講座を参考に視聴者の皆様もご自身のガーデニングの場所で調査をしてみてください。法規的ポイント。ここで視聴者の皆様に法規的ポイントをご紹介させてください。法規的ポイントとは、私たち地球耕すが実際の施工や植栽、ガーデニングで地球環境を整えるために心がけている信条の一つです。今回の講座を通じて視聴者の皆様にもお伝えしたい法規的ポイントは、自然環境を観察する目を養い、命との向き合い方を取り戻していくです。今日は部分的に枯れた芝生について簡単な調査をしたのですが、この調べるという作業は本当に大事です。植物に起こった災いの原因が分かれば、私たちは対策を立てることができるし、改善策も提案できます。でも原因が分からないまま作業をしたり放置してしまうと、もっと芝生や植物に悪い影響が出るかもしれません。植物は生態として改善したり進化することはできるのですが、原因を調査する能力はきっと持ち合わせていないでしょう。原因を調べるのは私たちガーデナーの仕事です。では、植物に起こった災いの原因を調べるとは具体的に何を指すのでしょうか。それは植物や環境のことを日々観察することを意味します。植物を観察する目を養えば、自然と植物に迫り来る危機や起こってしまった災いの原因も理解できるでしょう。そのための知見をこの講座で紹介できればと思っています。そして日々
植物や環境のことを観察する先に、植物が私たち人間と同じように尊い生命であることに気づけるはずです。今回の講座では、枯れた芝生を観察することで、その場所の特性を調査する方法を学びました。次回の動画では、お庭の植栽計画について学んでいきます。芝生が枯れた箇所を調査、測量して、より具体的な植栽を計画していきましょう。この動画チャンネルでは、お庭作りを通じて地球の環境を整えていくというテーマで様々なコンテンツを企画しています。今回の動画コンテンツに興味をお持ちになった視聴者の皆様は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると大変励みになります。また、この動画チャンネルでは皆様からのガーデニングや植物に関するお悩みや今回の動画の感想などをコメントから募集しております。皆様からいただいた質問はガーデニング講座のカリキュラムに組み込んでお答えさせていただきますので、コメントからご質問ください。私たちは皆さんと一緒に地を耕したいです。